レスポンスがすごいんで、すごいです。めちゃめちゃリアルです。皆さんこんにちは。ドリフトドライバーの下田さやかです。はい、本日はなんとガヤファクトリーさんにお邪魔しております。そして今日はですね、第12世代インテルコアプロセッサーを搭載したドリフトシミュレーターを体験させていただきたいと思います。私はですね、自宅に、練習用でドリフトシミュレーターを、設置しているんですけれども、まずですね、私の場合は、ちょっと苦手な追走練習を克服しようと思いまして、実車で追走を練習しようと思うと、まず車が2台必要で、ドライバーももう1人必要で、ガソリンも2倍にかかってタイヤも2倍かかるという、結構ランニングコストもものすごくかかって、あまり頻繁に練習できるものではないので、ドリフトシミュレーターでもオンラインとかにつなぐと、世界中のいろんな人と練習ができたり、あとは、実車で初めて走らなきゃいけないコースとかですね、事前にチェックしたりとか、そういうもののためにドリフトシミュレーターで練習をしております。実際追走体験してみてどうですか？どうですか？そうですね、これがね、実際実車ですとですね、ものすごい車もこれだけ連続で走らせられないんですよ。で、実際は水温が上がっちゃったりとか、もうタイヤが終わっちゃったりするので、実際はすごく難しいんですけど、これシミュレーターだったらもうエンドレスでできますからね、人間が体力が続く限り。すごいいいです。やっぱりさっきも言ったようにレスポンスがすごいんで、これ例えばレスポンスがすごい悪いと、実際車なんだろうな、当たってないはずなのに当たってるとか、そういうこともあるので、レスポンスがやっぱりいいのがすごく嬉しいでございます。でもそうですね、すごい追走練習とかに関してはこれものすごい有効だと思います。いろんなことが結構リアルなんですよ。で、アクセル音も速くしないと普通に置いてかれるし、ライン取りもおかしいとこういうことになりますなんで、その前の車に対してどこに自分の車を合わせるとその一番いいところでアクセル踏めるのかとか、そういう練習にもなるんで、まずなんかこのフィーリング的には、このアクセルの踏んだ時の重さ、硬さ、あとこのシフトの入れた時のこの重さ、硬さはなんと1音と同じようにセッティングをしてくれていて、でなんで踏みしろとかもすごいリアルです。踏んだらなんだろうな、結構シミュレーターってアクセル踏むと踏んでる量と進んでる量が違うって結構あるんですけど、これすごいリアルです。ちょっと行ってみましょう。アクセル踏んだ時のこうなんだろうな、早くアクセルオンしないとちょっとくすぶるような、このアクセルのねレスポンスがねすごい分かりやすくて乗りやすい。私案外こういうの結構いや普通にあんまり上手じゃないんですけど、でも一応すぐ乗れるようにはなってます。あとステアリングのカウンターがね、やっぱドリフトってちょっとねカウンターに違和感が多い車が多いんですけど、これはねすごいね、このカウンターの初期がねすごいリアルに近いです。この入れた後の戻り、まず私の場合は本当に実車の練習のためにシミュレーターを導入してるんですけど、やっぱり初めて行くコースって結構あるんですね。でもう本当に練習なしですぐ走らなきゃいけないっていう状態も多くて、
でシミュレーターのすごいところってコースがものすごいリアルなんですよ。結構車幅だったりとか長さもそうなんですけど、私の場合はドリフトなんですけど、実際グリップとかで走るとすごいブレーキングポイントのタイミングとかも分かりやすいし、こうドリフトで走ってても実際の、もちろん実車との誤差はあったとしても、ある程度ポイントにする場所っていうものはほぼ変わらないので、すごくそういうのを事前にサーキットに行って実車に乗ってそこから始めるというよりも、もう事前にある程度対策を打ってコースとかに出れるので、すごくそのあたりは有効に活用してます。例えばコースに出る前にやっぱりこれって成績にもつながると思うんですけど、やっぱ不安要素が多いのはやっぱ自信持って走れないんですよね。コースに出た時に自信持って車を動かせないし、やっぱり運転にものすごい、いや大丈夫なのかなとか、いや走れるかなっていうのがものすごい出るので、そのあたりはある程度対策をしてから、なんだろう、そのシミュレーターでの誤差というか、ここはちょっと違ったなとか、そういうところだけをまたちょっと直して走ればいいっていうことは結構心の余裕にもつながるので、そういうところでは直接成績につながるかどうかということはわからないですけど、でもそこもすごく大事な勝つということでは要素になると思います。そうですね。まず私も実車でドリフトスクールを月に 1,2 回やってるんですけれども、まずドリフトも、モータースポーツなので、結局最初いきなりコースで「はい行け!」っていうわけにはやっぱりいかないんですね。なので、車をちゃんとしっかり動かすっていう基礎から始めるんですけど、例えばドリフト、よく一般的に言うそのドーナツターンとかを練習するときに、クラッチドーンって離してアクセルバーって思いっきり回したりしたときに、やっぱりすごく基礎練習をするまでにも車に負荷をすごいかけないといけないので、特に今の、ドリフトする車っていうのは、どんどんもう値段が高騰化してって、練習するにもやっぱすごくコストがかかります。実際タイヤも消耗するし、ガソリンも消耗するし、サーキットの走行代もかかるしっていった時に、ある程度本当に基礎的なところをシミュレーターで補って、で、最初の車をこうしたらこう動くっていう知識をつけてから実車に乗って練習するっていう意味では、ものすごく例えば車壊しちゃえばお金がかかるし、また直してる間にも練習が止まってしまうんで、それに対処してシミュレーターは正直もういくらでも走ってられるんで、電気代だけで。と考えると、初心者の方はまずシミュレーターで練習してから実車に行くっていう、今時の方法はものすごい有効的だと思います。ですね、これ実は私も家で練習してて思うことが、今私これ乗っててほとんどサイドブレーキ効いてないんですよ。でこれってすごく乗りやすい証拠で、結構拾ったモッドとか、ちゃんとセッティングができてないシミュレーターってすごくサイドを多用しないと乗りにくいっていう点があるんですね。でそうすると、そのシミュレーターあくまで参考であって技術向上にはつながらないっていう点が結構私の中では問題だったんですけど、このね車すごいんです。今こうやって、サイドちょっと使いましたけど、全部がねすごいね実車に近い動きをしてくれるんで、正直サイド使わなくても全然車が動いてくれる。でそれをすごい感じ取りやすいって、実際これ今ね椅子も動いてないんで、本当にこのステアリングと見てるものだけですけど、
すごいね、そこが私実写乗ってる側としてはものすごい感動です。はい、結構ゲームとかシミュレーターって例えばハンドルをこうやって切ります。で切って離すとドリフトするみたいなシミュレーター多いんですよ。こうやって離せばドリフトしてくれる。でもこれこうやって入れてこうやって返す、これがねできるのがすごい実写の練習としては一番なんだろうな、これができるかできないかってすごい差なんですよ。実はこの入れて返すっていうことができないシミュレーターが多いです。でそれがやっぱりちょっとその実写とよりかけ離れてしまっているというか、その技術向上につながらないんですけど、このシミュレーターの素晴らしいところはそこです。入れて返すことができる。これ実写でものすごい大事な動作だったりするので、草が揺れてます。これ私の家のパソコンだとこういう草とか揺れないんですけど、これあれですね、パソコンがすごいお仕事をしてくれてるからですね。これが多分私の家だとこれを草を揺らしちゃうと車が止まっちゃうんですね、きっと。ここもすごいですね。はい、まずすごく分かりやすく言うと、実写のドライバーさんがポンって乗った時にある程度最初にちょこっと慣らせばすぐ乗れると思います。それぐらいいろんなもののその操作とかの感覚が近かったです。でこれがあまりにもどんどんずれていくと多分実写のドライバーさんが実写はドリフトできるのにシミュレーター乗ったら全然乗れないとか、あとなんかすごく乗りにくいとか、多分そういう感想になると思うんですけど、なんかこのシミュレーターはすごくなんか誰でもすぐ乗れそう。多少最初にある程度鳴らしだけすれば乗れそうなぐらい、シフトもそうだし、特に感じたのがアクセルですね。アクセルとやっぱりステアリングがすごくね、やっぱり乗ってみて実際アクセルを踏みすぎると下空転を起こしすぎて前に進まなかったりとか、なんかそのあたりのフィーリングもすごいよく似てたし、なんか実写でダメだったことまたやっちゃったとか実際運転してて思いました。あと運転中にも言ったんですけど、ステアリングのカウンターの当たり方とかがよりリアルだったりするので、そういうところがすごい私が今回乗って感動した点です。それでですね、ステアリングのこの感覚、今実際、これは軸がないので見たものと、あとこの実際ここですね、ステアリングからの情報しかないんですね、今このシミュレーターの状態だと。でやっぱり、パソコンのお仕事があまりしてくれていないと結構ステアリング切った時とかラグがすごい出るんですよ。で実際例えば追走とかやった時に前の車に対して動作を入れたんだけど反応してなくてぶつかったとか、そういうことが多々あるんですね。でも今回、これ乗せていただいてすごいねダイレクトでした。ラグがなんていうんですかね、ステアリング切った時の応答性がすごくいい。それが良かったです。はい、それが乗りやすいことにもつながってると思います。なんとどうやらですね、この第12世代インテルコアプロセッサーがすごくいいお仕事をしてくれることによってこの操作系の動作に全て連動しているようなんですよ。だから多分この乗りやすいっていうのもすごくこの、コアがお仕事をよくしてくれているから全部遅延がなく応答性が良くなってるというところがあるそうなんです。だからこれは入れないとダメです。はい、それでは最後に、パソコンは同じものを使っているんですけれども、こちらはなんと椅子が動く軸がついてますとプラスアルファ VR、はい、これでよりリアルになるそうなので、
これを試させていただきたいと思います。すごいです。めちゃめちゃリアルです。シミュレーターだから思いっきりいけますね。あと結構この水槽とかになるとラグが結構出るんですけど、他のシミュレーターってこれすごい本当になんか数ミリ単位で調整できます。すごいですよ。すごいリアルです。本当に実写を実際に走ってる絵をちょっとゲームっぽくした現実みたいな。ほらこういう時に結構ラグが出るんですけど、全然出ないからすごい集中できる。シートと VR の動きがすごい連動してるので、結構気持ち悪くなると伺いましたが、私は全く平気ですね。逆にこのなんだろうな、この軸の多分センサーでさらにちょっとリアル感が増してると思います。この車のちょっとした動きを拾いやすいというか、私は今ひっちゃかめっちゃかですけど、これやらせていただいて分かるんですけど、これね VR のこの状態の方がやっぱ全然いいです。全部ねさっきガヤさんからもお伺いしたんですけど、やっぱり全部立体なんですよ、絵じゃなくて。なので本当に本当に自分がそこにいる感じ、モニターの中じゃなくて、もうね正直実写とそんな変わるってぐらい、これでよくないって感じですそれぐらいリアル、すっごいリアルです。もういや走るのもランニングコストかかるんで、いやこれでも十分なんじゃないかってぐらいリアルです。でそれもこれもすごいレスポンスがいいんですよね、すべて。なのでこのまた、G センサーがついてるし、今この VR もこのつけてる状態で、もうこのベストな環境により良くするためにはインテル第12世代コアプロセッサーと GForce RTX3090 の組み合わせがベストらしいです。これ私もものすごくおすすめします。